この城は世界遺産です。ですが、ここへ向かう道は自由に歩くことができません。理由は単純です。この周辺には今も虎が暮らしています。インド・ランタンボール城。虎の縄張りの中に残された世界遺産です。ランタンボールといえば、インドでも有名な野生のベンガルトラが生息する国立公園です。しかし、実はその中心部に一つの巨大な城が残されています。それがこのランタンボール城です。城は丘の上に築かれていて、現在も歩いて登ることができます。こうして歩いていると、普通の世界遺産を訪れているようにも感じます。ですが、周囲に広がるのは街ではありません。国立公園の森なのです。そして、その森にはベンガルトラが生息しています。ランタンボール城の最大の特徴は城そのものではありません。その立地にあるのです。この城の歴史はおよそ1000年前まで遡ります。王たちはこの険しい丘の上に城を築きました。城壁からは周囲を広く見渡すことができ、外敵の接近をいち早く察知できます。切り立った崖と堅牢な城壁に守られたこの場所は、要塞として理想的な立地だったからです。そのため、この城は長い間重要な拠点として利用されます。幾度もの戦いを経ながら、今日までその姿を残しています。2013年、ランタンボール城はラージャスタンの丘陵要塞群の一つとして世界遺産に登録されました。そして、この世界遺産を囲んでいるのは人の暮らしではありません。虎や鹿が暮らす森です。城の上から見える景色のほとんどはランタンボール国立公園です。この城は国立公園の中心部に残されています。つまり、世界遺産でありながら、同時に野生動物たちの生活圏の中にあるのです。そして、それは単なるイメージではありません。現在、この城へのアクセスには制限があります。城の周囲に広がる森は、観光用に作られた自然ではありません。今も野生動物たちが暮らす国立公園です。実際、この周辺では虎による事故も発生しています。そのため、現在はアクセス方法にも制限が設けられています。つまりここは虎がいるかもしれない場所ではありません。本当に虎の縄張りの中なのです。1000年前、この場所は人間が築いた城でした。王たちが暮らし、戦いの舞台にもなった場所です。しかし今、城壁の向こうに広がるのは、虎や鹿、そして多くの野生動物たちの世界。人間の歴史と自然が同じ場所に残されています。ランタンボール城は世界遺産であると同時に、虎が暮らす森の中に残された城でした。1000年の歴史を持つ城と今も続く野生の世界。その両方が残されているからこそ、この場所は特別なのかもしれません。そして今、この森を滑るのは虎です。
その虎を探すため、私もランタンボール国立公園へ向かいました。